皆さんこんにちは。ライブ 2D モデラー兼メガネっ子 VTuber の乾物ひものです。突然ですが質問です。皆さんがライブ 2D を作るとき、最初に作り始めるところはどこですか？いろいろあると思いますが、最初は顔の部位から作る人が多いんじゃないかなと思います。その中でも目は初心者でも絶対に作ることになるパーツです。初めて自分の作ったモデルが瞬きした時は本当に感動したのを覚えています。そんなある意味初心者から上級者まで誰でも作ることができる目というパーツ。初心者と上級者の違いはどこなのでしょうか？今回は特にまつげに焦点を絞り、こうしたらもっと可愛くかっこよくなるよというヒントを詳しく説明していこうと思います。ぜひ最後まで見ていってくださいね。今回まつげの作り方を説明するにあたり、いい例と悪い例をご用意しました。こちらは私がライブ 2D を担当したベアクレアさんです。かわいいですね。モデルの使用許可をくださったクレアさん、イラストレーターのマコミックさん、本当にありがとうございます。さて、2人のクレアさんのうち、左がいい例、右が悪い例です。どうですか？なんとなく左の方が可愛いと思いませんか？一体どこが違うのか早速説明していきたいと思います。1、小さいまつげの変形。まずパッと見でわかりやすいのがここですね。なんて呼べばいいのかわからないので、とりあえず小さいまつげとしておきます。いい例では小さいまつげを瞬きに合わせて変形させていますが、悪い例ではそのまままつげにくっついているだけです。なぜいい例のように変形させた方がいいか、その理由はリアルな人間のまつげを見ればよくわかります。このように人間のまつげはカーブを描いており、目を開けているときは上向きについています。そして目を閉じるとこのように下を向きます。つまりいい例の変形はリアルな人間のまつげと同じ動きをしているので自然に見えるわけですね。逆に悪い例は目を閉じているのにまつげは上を向いているので不自然に見えてしまっています。理屈が分かったところで次は変形方法を説明します。やり方はとっても簡単。まずパーツ分けの時点で上まつげと小さいまつげを分けておきます。そしてメッシュ編集。クレアさんのように太く短いまつげの場合はこのようにざっくり三角形で囲んでしまえば大丈夫です。もし小さいまつげが長い絵柄の場合はこのように長さに合わせて三角形を増やしてください。メッシュ分けができたら動かしたい部分を選択して思いっきり下に縮小します。するとそのまま反転します。あとは上まつげの形に合わせて形を整えれば完成です。今回は閉じた目に合わせた変形方法のご紹介でしたが、このような笑顔の目も原理を知っていれば簡単です。人間は笑顔の時、頬が上がるので、まつげが少し上向きになります。つまり目を開けている時より少し平たく変形させればいいのです。このように小さいまつげは原則別パーツに分けた方が作りやすいのですが、もしフリーバーを使っていてパーツ数を抑えたい、組み込み用モデルのためなるべく軽くしたい、宗教上の理由などなど、どうしてもパーツを分けたくない場合はこのようにメッシュ分けをしていただき、閉じた目の時に小さいまつげ部分を潰すことで自然な動きにすることができます。ぜひとも覚えておいてください。2、閉じ目の位置。次に目立つのが閉じた目の位置です。悪い例はなんだか目から下が間延びしているように見えませんか？これは閉じた目の位置が高すぎるからです。リアルな人間の目は上まぶたが大きく伸縮するように作られているので、閉じた目は下まつげに近い位置に来ます。そして分かりにくいですが、下まぶたも少しは動きます。実際に目の下を指で押さえて瞬きすると分かりやすいです。なので閉じた目は下まつげより少し上に作るのがおすすめです。では、笑顔の目はどうでしょうか？笑顔の目は閉じた目より位置が上に来ます。笑うと頬が上がり、まつげが上に押し上げられるからです。この時注意するポイントがあります。閉じた目と開いた目の目尻と目頭はだいたい同じ位置に来るようにしましょう。だいたいで大丈夫です。閉じた目と笑顔の目はそれぞれ逆側にカーブを描くので、目尻と目頭の位置を合わせることで眼球の丸さを意識することができ、自然な位置に作ることができます。とはいえ、これはあくまでモデラーが自分で閉じた目を作る時の考え方です。
イラストレーターさんによっては閉じた目と笑顔の目のガイドを入れてくださる場合もあるので、その場合はガイドに合わせて作りましょう。3、閉じ目の横幅。最後に気になるのが閉じた目の横幅の違いです。悪い例の方が横幅が長く、カーブがきついのがわかるでしょうか。実は閉じた目の横幅は開いた目の横幅より少し縮めた方が自然に見えます。これはリアルな人間の目では見られない現象です。リアルな人間の目は開閉で目の幅は変わりません。これは私の推測ですが、私を含め VTuber の目はリアルな人間と比べると大きくデフォルメされて作られています。特にクレアさんのような可愛らしい顔立ちの目は上まつげと下まつげの長さが大きく違います。また、顔の輪郭も下に行くにつれ幅が狭くなっています。つまり、上まつげの幅を変えずにそのまま下に下ろしてしまうと、原理的には間違っていないのに妙に横幅が長く見えてしまうんですね。なので、下まつげの長さ、輪郭の長さに合わせて少し横幅を縮めてあげると自然に見えるというわけです。また、カーブもあまりきつくしすぎない方が自然に見えます。なぜなら下まつげがあまりカーブしていないからです。このようにリアルな人間の構造とは違う動き、つまり二次元の嘘を取り入れるときはなぜ嘘をつく必要があるのかの理由を考えると不自然になりにくいです。大切なのは可愛くかっこよくすることです。以上、3点を注意して作るだけでまつげがこんなに変わります。まつげだけでモデルの印象はこんなに変わるんです。可愛い原画イラストは生かすも殺すもあなた次第なのです。いかがだったでしょうか。今後は脱初心者に焦点を当て、今回のように細かくジャンル分けをしてライブ 2D の解説をしていきたいと思います。楽しみにしていてくださいね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。乾物干物でした。バイバーイ。